皆さんこんにちは、沖野です。今回はこのチャンネルに寄せられた視聴者さんの失恋のお話を皆さんとちょっと共有をして、お話できたらなと思うんですけども、沖野の失恋話あんまり多くないので、過去にお話ししたもの、概要欄に貼っておくので、気になる方はね、そちらもぜひチェックしてみてください。数日間でなんか5、6キロ痩せたみたいな、そういう過去のお話をしてますので、よろしくお願いします。で、なんでね、お風呂場で今日撮ってるかっていうと、泣いてもいいように。結構ね、悲しい、なんか何とも言えない失恋の話が送られてきて、今日3つ読む予定なんですけど、最後のやつはね、特になんかもう何も言えないっていう感じの失恋話なので、いざ泣いた時にここでバシャバシャやればね、泣いたら泣かなくなるかなと思って、お風呂場で撮ってます。はい、まず一つ目のお便りなんですが、千尋さん男性36歳の方からです。いつも動画配信楽しませていただいています。先日、10年超えの片思いが失恋として終わってしまったのですが、受け止めきれない状態なので、聞いていただければと思います。お相手の方はゲイで年上。相手から声をかけてくれたところから関係が始まり、出会ってから1年くらいはよく連絡を取り合っていました。しかし、徐々に、会えても年に数回、連絡しても返事がないことの方が多い。こちらが連絡しないと連絡が来ることはない。と、どう見ても脈はない状態になっていきました。それでも私は相手のことが好きだったので、邪魔くさく思われないように、でも忘れられないように、細々と連絡を取り続けていました。会った際にそういった行為はしていましたが、特別会話が盛り上がるなどもなく、お相手からはセフレという認識すらなかったような関係で、私自身もここ2、3年はもう関係を発展させることは無理と諦めていたつもりでした。諦めていたつもりでいたので告白することもなかったのですが、この度連絡を取った際に相手から、今好きな人がいるからセフレのような関係は他を探してほしいと誘いを断られ、とうとうセフレという関係すら続けられなくなってしまいました。諦めたつもりでいたのですが、いざ相手からとどめを刺されると、自分でもびっくりするくらい悲しい気持ちが溢れてきて、ああ、まだこんなに好きだったんだと自分の気持ちを自覚すると同時に失恋することになりました。往生際悪く関係を維持しようとして、結果何も発展できずに終わってしまい、片思いの年数の分、あの時ああすれば、もっとぐいぐい押していけば何か変わっていたのではないかと後悔が波のように押し寄せてきて辛く、いい加減実らない行為には見切りをつけねばと、その後悔を原動力にいろいろ新しいことを始めていこうとはしていますが、なかなか気持ちが切り替えられないのが苦しく思います。沖野さんは以前お付き合いしている相手と別れた際は引きずったでしょうか？また、それを乗り越えるためにして良かったことなどはありますか？失恋の痛手が抜けるまでまだまだ時間がかかりそうなので、デトックス代わりにネタ消化していただければと思います。長文失礼しました。はい、ということで、ありがとうございます。もう一つ目から結構長文で、結構重めでっていう感じだったんですけど、そうね、沖野さんは、以前お付き合いしている相手と別れた際引きずったでしょうかで言うと、最初は引きずりました。それもね、さっき言った失恋のお話動画で結構しっかり語ってるんですけど、一回別れ話があって、で、その後一回やり直そうってなって、結局1ヶ月後ぐらいにやっぱり別れたいって言われて、振られるんですけど、その2回目の時は、別れ話、ファミレスとか駅前で話してたんですけど、結構ね、2、3時間も粘りました。今思うと、そんな粘られれば粘られるほど、自分のことが相手は嫌になるだろうなって分かってて、振られたんですけど、嫌になるだろうなって今考えたら分かるんですけど、その当時は、なんか、しぶとくやれば、やり直せるんじゃないかっていうふうに考えて、その際結構、頑張って、で、別れた直後も、なんかうまくやればやり直せるんじゃないかって、最初の1、2ヶ月くらいは考えてる時間もあったかなって思います。ただ、その一方で、ちょっとプライドもあったので、自分から絶対連絡してやるかっていうつもりで、自分から連絡しなかったですね。その後たまたまばったり会ったところから、最近は連絡取ってないけど、二人でご飯行ったりとかもね、別れてからしたこともあったんですけど、なので、最初の1、2ヶ月ぐらいはちょっと結構引きずってたかなと思います。それをね、乗り越えるためにしてよかったことで言うと、正直これっていうのはなくて、やっぱ日々の生活をちゃんとする。仕事頑張るとか、友達と遊ぶとか、趣味に没頭するとか、新しい出会いを探すとか、当たり前のことを当たり前のようにしていくうちに、気づいたら相手への気持ちが薄れていくものかなと思うので、全然普通の答えですけど、アドバイスとしてはそんな感じですかね。
なんか前を向こうとしてるなっていう文章に感じられたので、今言った当たり前のアドバイスもしてるんじゃないかなって思うし、下手したらね、これ2、3週間前に来たお便りなんですけど、もしかしたらもう立ち直ってるんじゃないかなっていうぐらいの感じをね、受けました、このお便りから。正直、10年は費やしたよねって長かったねって思うけど、36歳、多分同い年ですかね、とかだから、まだまだこれから恋愛しようとしてるんで、はい、千尋さんも全然チャンスあると思うし、ゲイの場合はさ、出会おうと思ったら40代、50代でも比較的、男女でももちろん出会いはあると思うけど、男女よりもっと会いやすいと思うから、恋愛今したい気持ちかわかんないんですけど、恋愛以外の部分でも楽しんでいけば気持ちはね、楽になっていくんじゃないかなと。でもこれさ、何がしんどいかっていうとさ、体の関係だけでも続けて、つなぎ止めてて、改めてもう会えないって言われた時の絶望感だよね。その分やっぱ辛かったと思うけど、逆に言うと、相手も好きな人ができて、でも都合よくキープされるっていう状況よりは、正直すっぱり言ってもらって、よかったって思えなくもないよね、正直。3年後、5年後考えた時に、あの時スパッと言ってくれてよかったって、多分なるんじゃないかなって、はい、思います。なので日常として楽しめるところは楽しんで、頑張るところは頑張って過ごしていただければいいんじゃないかなと思います。一つ目でまだそういう意味では前向きなんで、結構答えやすかったです。じゃあ続いて2つ目いきます。続いては、ハムハムさん男性22歳の方からです。沖野さんこんにちは。22歳のゲイです。職場の30代ののんけ男性が好きで、思いは伝えたんですけど、やはりその気持ちには応えられないって言われてしまいました。カミングアウトしたことによって以前のように笑顔で話してくれないです。なので身を引こうと思ったんですけど、やっぱ好きなので辛いです。その方が男性、女性限らず、他の人と仲良さそうに話しているのを見るのも嫉妬心からか辛いです。その方をただ好きなだけでなく、性的な目で見てしまう自分がいます。今後どうしていけばいいのでしょうか。はい、ありがとうございます。ゲイ同士の恋愛ではなくて、ノンケの片思いっていう、一種のゲイあるあるかなと思うんですけど、どうしていけばいいかって言ったら、もうさっきと同じ日常として過ごしていってくださいしか言えないんですけど、以前のように笑顔で話してくれないですっていうのは、ある種当然かなと思っていて、カミングアウトだけだったらわかんないけど、好きってことを伝えてるわけだから、相手からしたら自分が振った相手って映ってるわけですよ。ってなると、やっぱ気まずくないっていう。それまでと同じようには接するのは難しいっていう人の方が多いんじゃないかなって思います。しかも同じ職場で、男女であっても職場で告白をして振られました。そう思ったらその二人の間にはさ、やっぱ振った側と振られた側っていう関係性ができちゃうから、例えばそれまで二人でランチしに行ったりとか夜仕事終わり飲み行ってたりとかしても誘いづらくなるというかもう誘わなくなる人の方が多いんじゃないかなって思うし、逆に振った側はどう思ってるんだろうって思ってさ、気を使って距離が空いちゃったりとか、避けちゃったりとか、全然あるので、お相手の方が冷たい人だっていうわけではなくて、一定の確率でそういうことは起こりうるよねっていう告白した場合として、一回自分の中に受け入れるっていうところが、大事かなって思います。他の人とね、仲良くしてるのを見て嫉妬してしまうってことなんですけど、最初は仕方ないんじゃないかなって。やっぱ自分が今楽しく話せなくなって、他の人と楽しくしてると、羨ましいよねっていう。ただ、職場じゃないですか。職場って一番の目的は、別に恋愛じゃなくて仕事だと思うので、仕事に支障をきたさないレベルであればいいけど、もし、その嫉妬心とか、恋愛のモヤモヤで仕事に支障をきたしているのであれば、そこはちょっと改めた方がいいかなって思うし、本当に自分の精神的にボロボロになりそうであれば、もう職場を変えるっていうのも一つ手かなと思います。最終手段ですけどね。もちろん今入った会社っていうのがさ、どのぐらい入りたくてやりたくて入った会社かわかんないから、そんな簡単にはね、転職できないかもしれないですけど、本当に精神的にどうにかなりそうとか、もう仕事に支障をきたしすぎて周りに迷惑をかけまくってるとかっていうのであれば、転職っていうのも一つの選択肢としてはありなのかなと思います。でね、その方をただ好きなだけでなく性的な目で見てしまう自分がいますってことなんですけど、それはね、当然のこと、ほとんどの人はそう。やっぱりその性的な欲求ってもちろん恋愛感情と結びつかないっていう人も一定数いると思うんですけど、好きな人だからこそ触れたいとか体の関係を持ちたいっていう風に感じると思うので、別に自分の頭の中でその人とどうにかなる妄想をいくらしても全然いいと思います。ただ今は気持ちをちょっと落ち着けたい時期だとも思うので、
あんまり考えすぎちゃうのも良くないのかなっていうところでは難しいですけど、罪悪感を感じることはないかなって思います。ノンケへの恋愛ってやっぱしんどいから、ぜひゲイ同士の出会い探してみてください。はい、じゃあ続いてラスト3人目のお便り読んでいきたいと思います。これが結構しんどめです。コロコロさん男性33歳の方からです。沖野さんこんにちは。僕は33歳のゲイです。最近まで片思いの好きな人がいました。出会いはゲイのマッチングアプリで、その人は10個年上の人でした。彼にはすでに相方さんがいましたが、写真の雰囲気で素敵だと思い、メッセージのやり取りをしてすぐにリアルすることができました。実際の彼も魅力的で素敵な人でした。僕は気が小さくおどおど系で人の顔色ばかり伺う感じで、彼は真逆のサバサバしてはっきりした性格です。最初は優しかったんですが、その後何回か食事やお茶のリアルを重ねるうちに、君のこういうところがダメなんだよ。なんでそんなこともできないのと僕のダメさをチクチク言うようになりました。時には怒鳴られたりして、思わず公衆の面前で泣いてしまいました。それでも不器用ながらも彼のことは好きでした。彼とは SNS でもつながっていて、ある日、相方さんと別れたことを SNS で報告していたので、僕にもチャンスがあるかもと思い切ってデートに誘いました。そしたら彼は、相方と別れたからって君のこと好きになってなると思う？本当お前ブスだね。早く君と縁を切りたいから俺のこと好きにならないでと罵詈雑言の嵐。その後、彼は僕に似た雰囲気の人とお付き合いするようになりました。悔しくて切なかったけど、その新しいお相手さんは彼と相性が良かったんだろうし、趣味も合うみたいで、しっかり自分を持っている人なんだろうなと思いました。今でも二人は幸せそうです。長文失礼しました。ということで、はい、お便りありがとうございました。もうこれさ、最初にお便り読んだ時結構しんどくて、ただ送って誰かにこれを共有したかった、話したかったんだろうなっていうのが、切実な感じがすごい伝わってきて、もう泣きそうになってるんで、これ。悲しくて、どうしようもないし、っていう。そういう意味では、今日読んだ1人目、2人目の方と比べても、この3番目のコロコロさんが、個人的にはちょっと心配です。で、ただ、コロコロさんもちょっと反省した方がいいところもあるかなと思ってて、ごめんね、きつらい話みたいで。やっぱり、最初に相方さんがいるって分かった状態でアプローチをしているっていうところで、友達募集だったのかもしれないし、あとは単純にオープンリレーションシップとかで体の関係は OK ってなってるカップルなのかもしれないんですけど、やっぱり相方さんがいる人に恋をしてしまったっていうところがまず最初の失敗だったかなって個人的にはちょっと思っちゃいますね。で、ただそれ以上に本当にこういう罵詈雑言の嵐だったのであれば、シンプルに言ってクズではないでしょうかと、はい、そういうふうに感じました。正直誰かの好きな人とか彼氏とかを悪く言いたくないんですよ。恋愛相談されてその人やめた方がいいよとかあんまり言いたくないじゃん、本当は。でももしコロコロさんからこの人まだ追いかけたいですって言われたらやめた方がいいよって絶対言いますし、なんだったらもし今もまだ SNS つながってるのであれば自分からもうブロックしちゃえばって正直思っちゃいます。縁切りたいって言ってるのに、その連絡返してくる相手も謎だし、で、しかも最初は優しかったっていうのが個人的に一番ポイントかなと思ってて、結局、コロコロさんが自分のことを好きなんだって、自分の自由にできる人間になったなって分かった時点で、やっぱり態度変わってるんだと思うんですよね。この人は何言っても自分を嫌いにならない。自分についてくるっていう見下されちゃってるから、他人へのね、リスペクトがない人間はダメ。まあもしかしたらまだ好きなのかもなって思うとあんまり悪く言うのはあれだと思うんですけど、でもやっぱりこれだけ読むとね、おすすめできる相手ではないなって思うので、ぜひね、もうこれも1番目、2番目と変わらないんですけど、まずは日常を頑張って楽しく一生懸命生きていく。で、そのうちもっといい人多分正直出会えると思うし、早く呪いが解けたらいいのになって思ってます、今。呪いですもん、これは。恋愛というか呪い。まあ今後もね、もしかしたら似たような人好きになって似たような関係になっちゃうんじゃないかなっていう心配もちょっとあって、別におどおどしてて、人の顔色を伺ってて別にいいんですよ。そういう人だっているから。でも、それを逆手にとって、あ、この人自分のこと好きだな。じゃあ好きなように扱ってやろうっていう人は、ろくでもないから、やっぱ自分をね、リスペクトしてくれる相手をぜひ好きになってほしいなと思います。はい、ということで今日は失恋のお話をね、3本お風呂場からお届けするということでやっていたんですけれども、共通して言えることはやっぱり時間って結構偉大だと思ってて、そんなに引きずらないと思うんですよ、意外とね。なので、
この人しかいないんだとか、自分はずっとこれを引きずっていくんだっていう心持ちじゃなくて、時間が解決してくれると思って、その人のことを考える時間があってもいいから、それ以外の時間、仕事の時は仕事のこと、友達と遊ぶ時は友達と遊ぶことを集中できるタイミングで集中していけば、気づいたら相手のことを考えている時間が多分少なくなっていくはずなので、すごいこういう時いつも当たり前のアドバイスしかしてないんですけど、一発で相手を嫌いになるとかどうでもよくなるとか、そんな魔法ないから、徐々に徐々にってみんなそうだから、それが割とちょっと早めな人とちょっと長めの人がいるっていうぐらいに思っておくと、少し気が楽になるんじゃないかなと思います。これをね、見ている皆さんも同じような経験をしてこういう風に抜け出してよみたいなアドバイスがもしあれば、ぜひコメント欄に書いてみてください。そして3名の方にエールを送りたいっていう人はぜひこの動画でいいねと、あとチャンネル登録まだの方はお願いします。メンバーシップもやっておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それでは、バイバイ。